始まりました時岡哲也の愛の宇宙人チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。僕は京都市伏見区深草でアクティブライフ整体院をやらせてもらってます。経営理念は根本改善を諦めたお客さんを復活させる、そしてこれからの超明るく楽しい将来を一緒に創造していくといった感じでやらせてもらってます。はい、今日のテーマなんですけども、かかとのズレですね。かかとのズレ、と言われても何のこっちゃ分からへんと思います。歩き方ですね。歩き方が、後ろで足を蹴りましょうという歩き方ね。これ一般的な歩き方で、ほとんどの方がその歩き方になってます。かかとの頂点からドーンとついて、でこのままこう蹴っていくっていうね、っていうのを右左右左とやってはるっていうことが多いんですけど、その歩き方でも親指の付け根ですね。親指の付け根を、一瞬踏む人と、もうそこばっかり過剰に踏んでる人とっていうのが、分かれてくるんですね。で、そのかかとのズレっていうのが、体にすごいね、悪影響っていうのを及ぼします。で、これが、年齢が例えばある程度もう50歳以上とかなってて、特に体に、何か痛み、腰痛であったり股関節痛、膝痛なんなり姿勢の悪さとかね、そういうのが出てる方はもうやっぱりそれを直していく一択です。もうなんかその肩がこうなってるからこうしましょうとか、腰がなんか丸まってるからこうしましょうとかいう話じゃなくて、もうそれをかかとのねズレっていう内に倒れてるっていうのを、直していく一択なんですよ。でこれがまた若い人でも、そういう風になってる、もうそれこそ20代以下とか、20代30代とか、それぐらいでもそういう風になってる人も、体に痛みとか何か不調を感じてないかもしれませんけども、もうそういう経路をね、経路っていう言葉合ってるのか知りませんけど、ところをやっぱり辿っていってしまうと思いますっていうか、もう辿っていきます。なので、それをね、ちょっと今回は話していきたいなと思います。ちょっと最初のねこの説明から長くなってしまいましたけども、ちょっとね説明入っていきますんで、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。それではちょっと説明にね入っていきたいと思いますけども、まず自分のかかとが、ずれてるのかどうなのか分からへんと思います。見れへんのでね、でそんな時にやってほしいのが、もう一人暮らしの方とかやったらできひんとかいうこともあるんかもしれませんけど、どなたかね、お友達でも、何でもこうパートナーでもね、家族全員で住んでる方とかやったら家族に取ってもらったりとか、いうふうにちょっとやってみてください。でどういうふうにやるかっていうと、地面にね地面というか床に普通に立ってもらいます。で、これがね地面やとしたら、立ってね、ここに立ってもらって、向こう向いて立ってもらって、かかとを後ろからこうやって携帯電話を、地面にこうやってどういうんですかね、垂直に立てて、で、地面とかかとのその、どうですかね、このラインっていうのを撮ってもらいます。はい。じゃあ、こんな写真になるんですね。はい、こんな写真とかそのサムネイル画像にも出してますけど、こんな写真になるわけなんです。はい。ほんで、どういうぐらいやったらまだマシかとか、どれぐらいやったらひどいかっていうのを、出しますけども、まずこれね、ほとんどの人がこれぐらいにはなってる人が多いんですよ。でこれは、かかとがずれてるというか、親指の付け根を踏みしめて立ってる状態やと、こんな感じに、映ります。はい。なんですよ。でね、ここでまたもう一個、画像を出しますけども、この画像は骨の配列の画像になるんですけども、こっち側かな、皆さんから見て右側の、正常な足っていうのは、
重心の位置が、丸で囲んだここになるんですね。かかとの外側、言ったら足の後ろの外に重心が乗ってる状態だと、こういう骨がしっかりとはまり込んだこんな配列になって足が安定するんですね。なんですけど、左側にある界内側って書いてある状態というのは丸で囲みますけど、この親指の付け根を、踏みしめたような状態の時にこの界内側っていう状態になるんです。でこれが別に悪い足ではないんですけど、衝撃を吸収する時の足の骨の配列というか使い方なんですよね。そこに重心がグッと乗ることで足がべちゃっと潰れてくれる。でまたそこを、解除した時に、こっちのね、正常な足っていう状態に戻るっていう状態を繰り返して、体に負担がかからないように、使い分けてるわけなんですね。なんですけど、さっき出した写真のように、こういうふうに写ってしまう人っていうのは、普通に立ってる時でももう衝撃吸収モードで立ってしまってますよ。何もその運動してない、例えば体重が50キロやったら50キロ以上のものがかかる、はずがない、時でも衝撃吸収モードで、言うたら柔らかい足か硬い足かで言うと柔らかい足で立ってしまってるっていうような状態です。でその柔らかい足っていうのは不安定な状態なので、バランスを取るのに足首から上のふくらはぎの筋肉であったり、太ももの筋肉であったり、お尻の筋肉であったり、はたまたその上半身のね、お腹背中いうところの筋肉を使って支えてるから、疲労に、つながりやすいと。足がかっちりこう正常な足で安定した状態で立ててる人に比べてそういう負担が出やすいですよっていう状態です。はい。で、大体現代人はこれぐらいの感じで立ってる人が、多いんですけど、これがね過剰な、パターンというのがあるんですよ。で、ここにちょっと一つ写真を出しますけども、これねさっきの、方と比べて、2枚出しましょうか。これとこれで比べると激しいでしょ、倒れ方が。でこれは言うたら柔らかい足の状態で立ってるというか、その界内側って言われる状態ではあるんですけど、このひどい方のやつはね、言うたらもう靭帯が緩んでしまってる状態なんです、靭帯が。で、どこの関節にもね、靭帯というものがありますけども、関節の動きを止めてくれる役割であるんですけど、界内っていうこう内側を踏みしめた状態の時に、守ってくれる靭帯っていうのが、常にこっち側ばっかり踏んでるからもう緩み切ってる状態なんですね。で緩み切ってる状態じゃないとここまでひどい傾き方にはならないんです。なので、このね、足の患者さんというかお客さんというか、の状態でいうと立ってる状態でもう腰が痛いというような、状態までなってはりました。なので、できるだけね立ち方とかっていうのを意識し続ける必要があります。意識し続けて歩き方とかも意識し続けることで、そこに伴った筋力っていうのもついていきますし、今の崩れた状態をある程度この、直していくケアっていうのもやった方がいい、そんな状態になります。で運動の時っていうのは、足がね柔らかい足と硬い足っていうのを繰り返して衝撃を吸収したり、そこから推進力、バネとしてね、推進力としてつなげていく、っていう必要はもちろんパフォーマンスアップのために必要なんですけども、この状態で日常生活を、行っているとやっぱり体の負担につながりますので、今回ね、なんていうかそういうところ一回チェックしてみてくださいという動画でした。でじゃあそういう人は、どういうふうな歩き方とかをしたらいいのかっていう動画を、この動画のね、タイトルがありますね。タイトルをポンって押してもらったらそれが概要欄として下に出てくるんで、そこに、この歩き方をしてくださいという、リンクをね、入
入れときますんで、またそれポチッと押してもらったらそれに関連した動画が、再生されますんで、ぜひそっちの方も合わせて見てほしいです。はい、いう感じですね。そのケアはあるんですよ。ケアはあるんで、またそのケアの動画とかも上げるんですけど、まあそのケアをやることも大事です。でも日常生活での立ち方であったり歩き方っていうのが変わらなかったら、結局そのケアもね、ここまでのかかとのズレのひどい、状態やともう意味がないものになってしまいますんで、その辺をちょっと注意してもらいたい。で、ほとんどの人がかかとが、ずれているっていうようなこと、特に内側に、倒れていてかかとが外にずれているというような方が多いので、腰痛、肩こり、膝痛、股関節痛、いろいろ感じている人多いですけど、足にそういう問題ありますよという、注意喚起のね、動画になりました。はい。ということで、今回の動画が良かったよという方は、ぜひ登録とシェアなど、いいねなどしてほしいです。はい。で、何か体のね、悩みで、困ってる知り合いの方とかおられたら、ぜひこの動画を参考に送ってあげたり、してください。さっきシェアしてくださいって言って、それと一緒やね。はい。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひ、このリンクのね、歩き方の動画も見てみてください。さよなら。